あなたは失敗からどのように学びますか？私は失敗したから成功したのだ。マイケル・ジョーダン。皆さん、こんにちは、こんばんは。今回は、バスケットボール界の伝説、マイケル・ジョーダンの言霊を紹介していきます。ジョーダンは、史上最高のバスケットボール選手と称される一方で、数えきれないほどの失敗を経験してきました。彼は、試合で何度も決定的なシュートを外し、多くのゲームに負けてきた。しかし、だからこそ成功したんだ、と語っています。この言葉には、失敗を恐れず、そこから学び続けることの大切さが込められています。失敗は終わりではなく、成功への一歩。何度転んでも、その度に立ち上がることで、人は成長していくのです。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それでは、まずマイケル・ジョーダンのルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を探っていきます。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、ハミルです。マイケル・ジョーダンさん、とても有名なバスケ選手ですよね。バスケ部の男子が楽しそうに話しているのを見かけます。今日は学べることを楽しみにしてきました。さあ、ここからはマイケル・ジョーダンのルーツを探っていこう。ジョーダンは生まれつきのスーパースターではなく、たくさんの挑戦と挫折を乗り越えて成功をつかんだ人物だよ。ジョーダンってずっと天才プレイヤーだったんじゃないんですか？いや、実はそうじゃないんだ。まずは彼の幼少期から話していこう。マイケル・ジョーダンは1963年にアメリカのニューヨーク州ブルックリンで生まれたんだ。でも、すぐに家族と一緒にノースカロライナ州のウィルミントンに移り住んだ。バスケットボールに夢中になったのもこの頃なんですか？そうだね。ただ、最初からバスケットボール一筋だったわけじゃない。実は、子供の頃は野球が大好きで、父親も息子を野球選手にしたいと思っていたんだ。野球？バスケじゃなくて？そう。だけど、兄のラリー・ジョーダンがとてもバスケが上手くてね。マイケルは兄に勝ちたくて、一生懸命練習するようになったんだ。この負けず嫌いな性格が、後の成功にもつながっていくんだよ。じゃあ、高校ではすぐにスター選手になったんですか？いや、ここで有名なエピソードがあるんだ。ジョーダンは高校2年生の時、バスケットボール部のバーシキ上級チームのメンバーに選ばれなかったんだよ。ジョーダンが落ちたんですか？そう。理由は身長が低かったからと言われている。当時、ジョーダンの身長は175センチくらいで、チームのコーチはもっと背の高い選手を選んだんだ。そんなことで選ばれないなんて悔しすぎる。ジョーダンはどうしたんですか？普通なら落ち込んで諦める人も多いよね。でも、ジョーダンは違った。彼は悔しさをバネにして、とにかく練習しまくったんだ。そして、1年間でなんと10センチ以上も身長が伸び、翌年にはチーム入りを果たしたんだよ。努力と成長の結果だったんですね。その後、大学ではノースカロライナ大学に進学。ここで、彼は1982年の NCAA 決勝戦で決定的なシュートを決め、一躍スター選手になったんだ。高校では苦しんでいたのに、大学では一気にヒーローになったんですね。大学での活躍を経て、ジョーダンは1984年に NBA ドラフトでシカゴブルズに指名された。 NBA 入りってやっぱり華々しいデビューだったんですか？確かに新人王も獲得してすごいスタートだったよ。でもすぐに優勝できたわけじゃないんだ。ジョーダンでも苦戦したんですか？そう。最初の数年間はプレーオフで何度も敗退した。特に当時のライバルデトロイトピストンズはジョーダンルールという作戦を作って徹底的に彼を封じ込めたんだ。そんなに苦しんでたなんて
どうやって乗り越えたんですか？ジョーダンはここでも失敗から学ぶことを実践したんだ。自分のプレースタイルを進化させ、チームメイトとの連携を強化していったんだよ。その結果、90年代にはシカゴブルズを6回の優勝に導くことになる。すごい。挫折しても諦めずに、どんどん成長していったんですね。そうなんだ。彼の失敗したから成功したという言葉は、まさにここにつながるんだね。さて、ここまでジョーダンのルーツをたどってきたけれど、彼の言霊、私は失敗したから成功したのだがどんな背景で生まれたのか、さらに深掘りしていこう。ジョーダンがどうやって失敗を乗り越えてきたのか、もっと知りたいです。さあ、ここからは、私は失敗したから成功したのだが生まれた背景を探っていこう。ジョーダンは NBA のスターになったけれど、最初から全てが順調だったわけじゃない。彼は何度も壁にぶつかり、そこから学び続けてきたんだ。確かに NBA にしてすぐに優勝したわけじゃないんですよね。その通り。それじゃあ最初のクイズ。ジョーダンは NBA に入ってからプレーオフで何年連続で敗退したでしょう？ A1 年、 B3 年、 C6 年。ジョーダンならすぐ優勝しそうだけど、 B の3と C？ 残念。正解は C の6年。そんなに？ジョーダンが NBA に入った1984年から彼のチームは毎年プレーオフに進出していたんだけど、優勝には届かなかった。特にデトロイトピストンズには何度も敗れていたんだ。ピストンズってそんなに強かったんですか？当時はバッドボーイズと呼ばれていて、超フィジカルなディフェンスで相手を潰していたんだ。特にジョーダンを止めるためにジョーダンルールという作戦まで作られたんだよ。何それ？ジョーダンがボールを持ったら即ファウルするっていうめちゃくちゃハードなディフェンス戦略。ジョーダンは毎試合ボコボコにされて、シュートどころかまともに動けないこともあった。そんなの反則じゃないですか？今なら問題になりそうだけど、当時はギリギリ OK だったんだ。でもここでジョーダンは失敗から学ぶことを実践した。オフシーズンに体を鍛え直して、次の年にはピストンズを圧倒するまで成長したんだよ。それじゃあ次のクイズ。ジョーダンが初めて優勝したのは何年でしょう？ A1989 年、 B1991 年、 C1993 年。さっきの話の流れ的に B の1991年。正解。1991年についにピストンズを倒して NBA ファイナルへ進出したんだ。そしてマジック・ジョンソン率いるレイカーズを破り、初めての優勝を果たした。ずっと苦しんでたのに、ついに頂点に立ったんですね。そう。でもこの優勝はチーム全体の力で掴んだものだったんだよ。それまでジョーダンは俺が全部決めるってプレースタイルだったけど、それじゃ勝てないことに気づいた。だからチームメイトともっと連携して戦うようになったんだ。自分だけじゃなくて仲間と一緒に戦うことで強くなったんですね。さて次のクイズ。ジョーダンは一度 NBA を引退して別のスポーツに挑戦しました。それは何でしょう？ A ゴルフ、 B 野球、 C アメリカンフットボール。ジョーダンってバスケしかしてないんじゃ。野球が好きだったって話があったし、 B の野球。正解。1993年にお父さんの影響でプロ野球選手に挑戦したんだよ。バスケの王様がいきなり野球？そう。でも野球では思うような結果が出せなかった。結局1995年に NBA へ復帰することになったんだ。なんで戻ってきたんですか？やっぱり自分はバスケの選手だって気づいたんだろうね。そして復帰した翌年の1996年、再び優勝。さらに1998年まで3連覇を達成したんだ。
3連覇？ジョーダンって本当に負けたまま終わらないんですね。これまでのお話ですごい人だってことが十分わかりました。このお話を未来に生かすためにもう少し具体的なテーマで話し合ってみたいです。マイケル・ジョーダンの私は失敗したから成功したのだという言葉を私たちの生活にどう活かせるかを考えるために5つのディスカッションテーマを用意したよ。どのテーマが気になるかな？失敗をどう受け止めるか。失敗した時落ち込むだけで終わらせないためには、挑戦する勇気を持つには、失敗を恐れずに新しいことにチャレンジするための考え方とは、努力を続けるモチベーションの作り方。ジョーダンのように継続的に努力し続けるにはどうすればいいか。仲間との協力とチームワーク。ジョーダンが学んだチームで戦う大切さを私たちの生活にどう生かす。プレッシャーの中で力を発揮するには、大事な場面で緊張せずに自分の力を出し切るための工夫とは。仲間との協力とチームワークをテーマにお話ししたいです。ちょっと相談があるんですけど。どうしたの？私、自分に特別な才能があるとは思えないんです。でも、すごい才能を持った人たちをサポートすることができたらいいなって思うんです。例えば、マイケル、ジョーダンみたいな天才的な人を支える立場になれたら、すごく素敵だなって。なるほど。それは素晴らしい考え方だね。でも、ハミルさんはジョーダンが一人で成功したわけじゃないって知ってた？ジョーダンって個人技がすごいイメージがありますけど、チームワークも大事にしてたんですか？むしろ、ジョーダンはチームワークの大切さを学んだからこそ成功したんだよ。最初は全部自分で決めるスタイルだったけど、それでは限界があることに気づいたんだ。ジョーダンって最初から完璧な選手だったんじゃないんですか？いや、実はそうじゃない。彼が NBA に入ったばかりの頃は、俺が全部やるって感じで、とにかく自分で得点を決めようとしてた。でも、そのやり方ではなかなか優勝できなかったんだ。確かに、バスケってチームスポーツですもんね。ジョーダンはどうやって考え方を変えたんですか？彼に大きな影響を与えたのが、当時のヘッドコーチ、フィル・ジャクソンだった。ジャクソンはジョーダンに自分が点を取るだけじゃなく、チーム全体で勝つ方法を考えろって指導したんだ。つまり、ジョーダン自身が支えられる側だったってことですか？そう。そして、ジョーダンが成長するきっかけになったのがスコッチ・ピッペンっていう選手の存在だった。スコッティ・ピッペン、あまり聞いたことないかも。ピッペンは、ジョーダンと一緒にシカゴブルズを支えたスーパースターなんだ。でも、彼の役割はジョーダンの陰に隠れがちだった。それってちょっと自分と重なるかも。私も、スポットライトを浴びるタイプじゃなくて、誰かを支える立場になりたいなって思うから。まさにピッペンの役割もそうだったよ。彼は得点よりもディフェンスやアシストを重視して、ジョーダンが最高のパフォーマンスを発揮できるように支えていた。ジョーダンがキングだとしたら、ピッペンは参謀みたいな存在だったんだ。なるほど。そんなに大事な存在だったんですね。実際、ジョーダンもピッペンがいなかったら、自分は成功できなかったって公言しているくらいだよ。でも、支える側って、あんまり目立たないですよね。確かに、目立つのは得点を決める選手の方が多いかもしれない。でも、実はチームを成功させるっていうのは、ものすごく価値のあることなんだ。ジョーダンがピッペンを必要としていたみたいに？その通り。例えば、NBA の歴史を見ても、偉大な選手のそばには必ず最高のサポーターがいるんだよ。マジック・ジョンソンにはカリーム・アブドゥル・ジャバー、コービー・ブライアントにはシャキール・オニール、ステフィン・カリーにはクレイ・トンプソン。どんなに才能があっても、一人では勝てない。だからこそ、支える力がある人こそ、チームにとって絶対に必要なんだよ。なんだか、自分の目指す道に少し自信が持ててきました。私、
ジョーダンのような天才的な人を支えることに憧れてたけど、それってただの夢物語じゃなくて、本当に価値のあることなんですね。間違いなくそうだよ。ジョーダンだって最初は一人で頑張ろうとしたけど、仲間と協力することで本当に最強になった。支える人がいるからこそ天才は輝くんだ。支える力も一つの才能なんですね。その通り。そしてその才能を持っている人がいるから世界には素晴らしいチームワークが生まれるんだよ。私も自分なりの支える力をもっと磨いていきたいです。いいね。ジョーダンとピッペンのようにお互いを高め合う関係があればどんな夢でも叶えられるはずだよ。この話を聞いてすごく元気が出ました。見てくださった皆さんも仲間との協力についてどう思いましたか？ぜひコメント欄で意見を聞かせてください。皆さん、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。ここでもう一度あなたに問いかけます。あなたは失敗からどのように学びますか？マイケル・ジョーダンの言霊、私は失敗したから成功したのだ。この言葉には失敗をただの終わりにせず、そこから学び成長していくことの大切さが込められていました。彼は何度も挫折しながら努力を続け、仲間と協力することで本当の成功をつかみました。一人では勝てない、そのことに気づいたからこそ彼は伝説になったのです。私たちもどんな失敗も次のステップにつなげていけば、きっと自分自身の可能性を広げていけるはずです。失敗を恐れず仲間と共に前へ進むことが成功への鍵なのかもしれませんね。心に響く言霊コレクションではエネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。そしてコメント欄で今日の言霊についてあなたの意見や感想を聞かせてください。それでは良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊もあなたの心に響け。